こんにちは。仕事に役立つ文房具のセレクトショップ10の仕事トーク10です。本日は日々のちょこまかしたタスクを管理している ToDo メモに品質かつ有用だったタスクを紹介します。私は日々のちょっとした覚えておかなきゃっていうのが頭の中に増えるとすごいストレスを感じるので、常にね小さいメモ帳を持ち歩いて ToDo や覚え書きを書き込んでいます。そして書き込むことで寝る前にやりきらなきゃっていうねもう一踏ん張りみたいなのができたりとか、目の前のものをね中断しなくていいので集中力を継続したまま目の前のことができて、その結果ミスが減ったりとミニメモでね ToDo 管理することが相性がいいようです。今年の3月頃から始めてもう半年ほど経ったので、どんなことを書いていたのかとか、こういう書き方をしてみたよとか、書いていてよかったなっていうのを今日は紹介しようと思います。一つ一つね、実際の私のメモを写真撮ってね、添えていくんですけども、ギリギリ読めるかなっていうラインのね、文字も出てきますので、優しい心でぜひ見てください。書いてることはざっくり5つに分類できたので、大分類はここで紹介します。何々を調べる、何々を買う、何々を捨てる、何々を考える、決める、あとは習慣化したいこと、そして最後に番外編でいつやってもいい腰が重いタスクがゆえ書き出すことでスムーズに実行できたタスクも紹介していきます。よく書くタスク1つ目は何々を調べるです。買い物するとき、旅行行くとき、いろいろなね行動を起こす前に必ず行うのが調べるということ。学生時代は一番安くていい感じのものっていうのをね調べることが多く、そもそも基準みたいなのが少なかったのでそこまで悩まなかったんですけど、大人になって少しずつ選択肢が増えたりこだわりが増えることによって調べる時間がね長くかかるようになりました。調べる作業ってワクワク半分めんどい半分なので、ToDo でね書き出しています。実際のメモから何を調べているのか紹介していきます。今年の夏は大葉がねたくさん食べたいという理由から育てていたんですけど、白飯がねできちゃって、その理由を調べるタスクにこれは入れています。で他には今年父がね退職祝いで兄弟でね家族旅行を企画したんですけど、ハワイに行こうかなと思ってハワイについてざっくり調べてます。数日後とかにはもうちょっとハワイ記念日とかね細かい調べる言葉が書いてました。であとは歯医者、定期的に通ってるところはあるんですけど、なんかちょっと高いかなと思って、定期診断で2000円は絶対下回らないし、ホワイトニングもね案内されたけどどれもちょっと高いなと思っていたので、次の定期診断前に他のところがないか調べていました。こちらは今年の目標に入れていた英会話を始めるということに対して書いたものです。家の近くにどんな英会話があるのか、教室がねあるのかなどを調べていました。この後出てくる買うとか捨てる、決めるなどのアクションの前に必ず調べるっていうことが出てくるので、書き込んだタスクの中ではかなりね上位の動詞調べるっていうのが上位だったかなと思います。で基本的にスマホがあれば調べるっていうのはできるので、移動時間や待ち時間に消化できてよかったし、事前に調べることでね次につながる行動が明確になって頭の中もすっきりしたし、トゥードゥリストに書くのにね一押しのトゥードゥです。調べ方のスキルって結構大事だと思っていて、昔通っていたね塾の先生とかが、この塾の事務員さんの採用基準はググり欲があるかどうかって言ってたなぁと思い出します。無数のね情報から自分が欲しい情報を得るっていうのは本当にねこれからでも必要なスキルだと思います。なるべくね短時間で欲しい情報にありつけるように頑張ります。2つ目は何々を買うです。皆さんの中でも書き込んでいる方が多いのではないでしょうか。お店、特にドラッグストアとかは行くまではね買うものを覚えてても着いた瞬間になんか忘却するのなんでなんですかね。トイレットペーパーとかシャンプーとか緊急度の高いやつなんだけど、買う予定にないこんにゃくゼリーと良さそうな歯ブラシといい感じのリップしか買わずに帰るのあるあるですよね。
ドラッグストア以外にもちょっと遠いところのね、行くのが大変なお店とかだと、その近くまで行った時に合わせて買おうかなって思って、ギリギリまで行く直前まで覚えてるのに着いたら忘れちゃう。で、ネットで買うのもいつでも買えるからか逆にね、忘れちゃうっていうことでメモです。とりあえず買うものはメモに書いておいて、今日はね、買いに行けないなって時は、明日のページに書いたりとか、メモ帳の最後の方にストックとして書いてます。プライベートもね、仕事もこれ一冊にまとめてます。あと旅行とか出張の航空券、宿の予約もここに書いてます。この買うのタスクに入れるのは、ある程度この商品って絞られていると、さっとね、買ってくるかっていう気になります。まだね、悩んでる段階だったりとか、どんな候補があるのかそもそもわからないなっていう場合は、調べるとか一旦見に行くくらいのタスクにして消化をするようにしています。何かを買うときって比較、検討、決定、購入みたいな感じでいろんなねステップ踏むことがもう想像できてねめんどくさくて後回しにしがちなので、なるべく分解してねちょっとずつ自分のご機嫌を取りながら進めています。3つ目は捨てるです。買うがあるということはね、捨てるも必須のタスクだと思います。捨てるって結構奥深いというか、めんどくさいというか、前職の会社でね、1トン近くある金庫をオフィス退去時にね、処分しないといけないっていうシチュエーションがあって、もはやね、何ゴミかもわからないし、およそ1トンっていう、ちょっと正確な情報もわかんなくて結構苦戦しました。これはね特殊なんですけど、個人の粗大ゴミは地域のルールがあるので都度ね調べないとわからないし、調べると大体コンビニにねチケットを買いに行ったりとか回収業者に連絡したりなど付随するタスクがね結構たくさん出てきます。他には月に数度しかない資源ゴミの回収の日に確実にゴミを出すのを忘れないように書き込んだりとか、そういえば私の住んでいる福岡市はゴミの回収がね朝ではなく深夜なんですよ。日が沈んだらマンション内の決められたところにね出すルールになってます。私はいつも日付が変わる前後で出しに行くんですが、意外とね時間に夜はゆとりがあるので、ゴミせっかく出すなら排水溝掃除しようかなとか、古いタオル捨てようとかっていうね時間があってすごい便利だなと思ってます。話を戻しまして、捨てるの中にはちょっと手間かかるけどメルカリとかに出品するようなタスクも書いてます。腰がね重いものは書き出すことで逃げられなくなるのでおすすめです。4つ目は何々を考える決めるです。急なんですけど決めるって結構しんどくないですか？今日のご飯、旅行先、お出かけ先、あと洋服、日々ねプライベートでも調子が悪い日は決めるってちょっと難しいなって思うんですよね。特にスーパーの買い物とかは本当に難しい。会社帰り疲れた状態だと誰か決めてくれってね泣き出したくなる。仕事で年次とかね役職が上がるにつれて決めるっていうのを毎日ね迫られて疲れちゃって、家では何も考えたくないっていう方もいるんじゃないかなと思います。何が言いたいかというとね、決めるもトゥードゥにしないとやる気が出ないということ。後で考えて決めようと思っているものをまずは考えるっていうタスクとして書き出しといて、その後決めるっていうタスクを入れると心に突っかかってる後でやらなきゃな、でもどっからどうしたらいいのかなみたいな不安からちょっと解放されるような気がします。私は自営業になってからは仕事のスケジュールをね決めないといけない、決められるっていうのはもちろんすごいメリットではあるんですけど、いろいろ終わるように調整して決めるっていうこととか、あとはどんな施策をやるのかとか、最近よく考え込んだりぼんやり思いついてるアイディアとか、あとちょっと胸につっかえているなってモヤモヤしていることとかを考えることで整理して飲み込めるようにするタスクをメモに書き込んでいます。あとはね、チャンスポイント。今不便だなと思ったとか、改善した方がいいなと思ったことをメモ取るようにしています。後でゆっくり改善方法を考えて、快適になったらいいなと思って考えるタスクにしています。で、あと今一番不便に感じているのは、毎日の気温に合わせてね、服を適切に選ぶこと。大体ミスってて、気温とかね、湿度とか風の強さからいい感じの服装を提案してくれるサービスが欲しいです。次は習慣化をしたいこと。
いろんなね動画で話しすぎてこの話題についてね聞き飽きたよって方は番外編に飛んでください。で、私は毎日とまではいかないけど週3日以上の頻度でね習慣化したいことを都度トゥードゥに書き込んでます。万年筆の練習のために始めた日記だったりとか、あとはねダイエットの健康のために始めたリングフィットというねフィットネスゲームだったり、あとリフレッシュを求めてお散歩に行く習慣だったり、あとちょっと大きめの掃除、毎日ではないけど定期的にメンテナンスしたいこととか、あとは夜寝る前にスマホをいじってるのをやめて睡眠の質を上げたくて読書をやってみようとか、書いてるからといって必ず習慣化できるかと言われるとそれはノーなんですけども、それでもね書き出さない時よりは確実にやっています。朝に書き出してそのまま午前中にやっちゃう。そうすればね、トゥードゥを完了にできるからやっちゃおうみたいな感じで、やる気と勢いをつけつつ、トゥードゥ消化ですっきりしたいという気持ちでやってます。なので頻度高くね、書き込んでいたら、習慣化結局最後にはできたなという感じです。最後に番外編、書き込んだがゆえに頑張れたことというのをちょっと紹介して終わろうと思います。まずは LINE メールの返信。いや、これくらい書き込まずにやれよとお思いでしょう。私もね、自分に対して本当にそう思うんですけど、ただただなんか腰が重くて全然返信できなかったりとか、第三者にね、そもそも確認が必要で、誰かに待っててもらう状況とか、そういう時に書き込みます。書き出すと隙間時間にね、やらないといけないっていうことではかどりました。次は請求書とか見積書の送付。今の働き方になってから必要になった業務で、先方もね巻き込むし信用問題なので、なるべく早く発行したいと思うんですけど、正式なね書類、ミスをしちゃいけない書類ほどやる気が出ないっていうことで書き出して強制的にやるようにしました。あとメールの返信、請求書の送付と被るんですけど、納税周りの書類とか、あと手紙、ちょっとした頼まれごとのデータの作成なども書き出しておくとはかどります。他に美容院、歯医者、整体、ネイルとかの予約もなかなかね予約しなかったりするんで、書き出しておくと隙間時間にしょうがないやるかっていう感じでやるようになりました。最後までご覧いただきありがとうございます。年内に5万人いけたらいいなと思って頑張っているので、もしまだ登録されてない方いたらぜひ登録をお願いします。またね。